はしか。もう過去の病気だってそう思ってませんでしたか？でも実は今その脅威がまた僕たちの目の前に迫ってきてるんです。そう、僕たちは一度この病気に勝ったはずだったんです。アメリカでは2000年に撲滅宣言まで出されたあのハシカ。それが今、僕たちの手からするりとこぼれ落ちそうになってるんですね。一度は封じ込めたはずの、言ってみれば歴史上の悪役が、なぜ今になってまた復活してきたんでしょうか。さあ今回はこの大きな謎に迫っていきたいと思います。じゃあまずこのウイルスが持つとんでもないスーパーパワー、その正体から見ていきましょう。この12から18っていう数字、何だと思いますか？これ実は基本再生産数っていうもので、1人の感染者が免疫を持っていない人たちの中で平均で何人にうつしちゃうかっていう数字なんですね。インフルエンザだとだいたい1人か2人、記憶に新しい新型コロナですら2人か3人ぐらいでした。それに比べてハシカはなんと12人から18人。この数字がいかにやばいかちょっと想像つきますよね。で、ここがものすごく大事なポイントなんですけど、これってワクチンが効かなくなったって話じゃ全くないんです。そうじゃなくて、僕たちの防御の方が弱くなっちゃってるっていう、そういう話なんですよ。じゃあ具体的にこのウイルス、体の中に入ると何をするんでしょうか。見ていきましょまず感染の最初の方はですね、咳とか鼻水、あと目が赤く充血したりとか、本当に風邪とそっくりな症状が出るんです。これがハシカの初期サイン、3つの C って言われるものですね。でその後にこれぞハシカっていう決定的なサインが出てきます。それが口の中にできるコプリック斑っていうもの。見た目はですね、本当に塩の粒みたいなちっちゃい白い点々なんです。でこれが出て熱が出てからだいたい2日から4日ぐらいすると、今度は顔から始まってあっという間に全身に発疹が広がっていくというわけです。ただ、ハシカの本当に怖いところって、この発疹そのものじゃないんですよ。本当に恐ろしいのは合併症。特に5歳未満の小さいお子さんとか、あとは大人ですね。だいたい3割ぐらいの確率で肺炎とか脳炎とか、命に直接関わるようなものすごく重い合併症を引き起こすことがあるんです。そしてこれがまたハシカのすごく厄介なところで、免疫記憶喪失っていう現象を聞いたことありますかね。これどういうことかっていうと、ハシカウイルスってまるでコンピューターのデータを消すみたいに、僕たちの体が今まで戦ってきた他の病気の記憶、つまり免疫を一時的にリセットしちゃうんです。だからハシカが治ってもその後数ヶ月、流れば数年間も他のいろんな病気にすごくかかりやすくなっちゃう。本当にタチの悪い置き土産ですよね。でも僕たちにはこのとんでもなく強い悪役をほとんどやっつけた最強の盾があったんです。それがもちろんハシカワクチンです。1960年代に生まれてからずっとこのワクチンは本当に信じられないくらいの効果で何百万人っていう人の命を救ってきたんですよね。でこれがその防御力をマックスにするためのいわば魔法の数字、人口の 95% 以上、このラインを超えると集団免疫っていうものすごいバリアが生まれるんです。これどういうことかっていうと、まだワクチンを打てない赤ちゃんとか病気で免疫が弱い人たちも周りのみんなが壁になることでコミュニティ全体をウイルスから守ってくれる、まさに鉄壁の守りになるわけです。この年表を見ると、僕たちが勝利まであと一歩のところまで行きながら、どうして今の危機に陥ってしまったのか、その流れがよくわかりますよね。2000年の撲滅宣言なんて本当に公衆衛生の歴史に残るとてつもない成果だったんです。なのにそのたった20年後にはまた世界中がこの脅威にさらされることになってしまった。一体何があったんでしょうか。そう。なぜ今、2020年代の半分になって、こんなことになってしまったんでしょうか。原因は一つじゃないんですね。まずやっぱり新型コロナのパンデミックが大きかった。あれで世界中の定期接種がストップしちゃったんです。そのせいで接種率は2008年以来っていうかなり低いレベルまで落ち込んでしまった。そしてもう一つが根強く広まってしまっているワクチンに関する間違った情報です。これが多くの人の不安を煽って信頼を揺るがしているわけです。しかもこれって実は最近始まった話じゃないんです。WHO 世界保健機関はパンデミックが始まるもっと前の2019年の段階ですでにワクチンをためらう気持ちが世界の健康にとってトップ10に入るほどの大きな脅威になるぞって警告してたんです。そして今、その警告がまさに現実のものとなってしまったわけです。
このグラフを見ると、今の状況がどれだけ大変か一目でわかりますよね。2016年、世界のはしかの患者さんは約13万人。これは過去最低の数字でした。それがたった3年後の2019年には、なんと約87万人にまで跳ね上がってるんです。この急増が今の危機のまさに始まりだったんですね。そして2025年、その危機はもう他人事じゃありません。アメリカだけでももう1000人以上の患者さんが報告されていて、亡くなった方まで出ています。このままだと25年前に僕たちが手にした撲滅っていうあの輝かしい称号を失ってしまうかもしれないんです。じゃあ一体誰が一番危ないのか。このデータを見ればもう一目瞭然です。患者さんのうち実に 96% がワクチンを打っていないか打ったかどうかがわからない人たち。そしてはしかにかかった人のうち 12% は入院が必要になるほど重症化してしまっているんです。じゃあ、この本当に危機的な状況から抜け出すために、僕たちに何ができるんでしょうか。やるべきことははっきりしています。まず一つ目は、間違った情報に対して科学的な根拠のあるちゃんとした情報で立ち向かうこと。二つ目は、コロナ禍で混乱してしまった予防接種の仕組みをもう一度しっかり立て直して接種率を元に戻すこと。そして3つ目、これが一番大事かもしれませんが、僕たち一人一人が社会全体を守る集団免疫っていう考え方の重要さをもう一度心に刻むこと、これにつきます。結局、ワクチンを打つか打たないかって個人の選択です。でも、それは同時に僕たちが住むコミュニティ全体を守るためのみんなで持つべき盾でもあるんですよね。この盾をもう一度強く確実なものにするために、僕たちは、そしてあなたはどういう決断をしますか？その答えは僕たち一人一人の手の中にあるんだと思います。